私はエジプトの統治者プトレマイオス12世ファラオである。およそ300年前、マケドニアのアレクサンドロス大王がエジプトを平定した。そして大王の死後、彼の中心であったギリシャ人プトレマイオス1世がエジプトの統治を引き継いだのだ。それ以来、プトレマイオス朝では近親婚を重ね、ギリシャの血統を守ってきた。すなわち、我々王族は皆ギリシャ系というわけだ。エジプトには心強い後ろ盾があった。強大な軍事力を誇るローマだ。しかし安心はできない。この豊かなナイルの恵みはローマにとってあまりにも魅力的だからだ。いつの時代も同盟は脆く崩れ去る。ローマがその気になればエジプトなどたやすく踏み潰されてしまうだろう。そこで私は税を増やし、集めた金銀をローマに送った。ローマのご機嫌を取るための賄賂だ。だが、重税に苦しんだ民は、やがて怒りの声を上げた。貴族からも、ローマの飼い犬だと罵られた。そしてついに、私はアレクサンドリアから追放された。そこで私は、ローマの将軍、ポンペイウスを頼ることにした。彼なら私を助けてくれるに違いない。私はエジプトを離れ、愛する娘と共に海を渡った。ローマの後ろ盾を得た私は、軍を率いてエジプトに舞い戻った。この時、エジプトの王はベレニケ4世。私の娘の一人だ。ベレニケは母親であるクレオパトラ5世、姉のクレオパトラ6世、さらには夫マデオも暗殺してその地位を得たらしい。まあ、あくまで噂だが。私はベレニケの軍と戦い、勝利した。娘は即刻処刑。私は玉座を取り戻した。紹介しよう。私と共にローマから戻った娘、クレオパトラ7世だ。賢く人を引きつける何かを持っていた。私は彼女に英才教育を施した。気づけば、娘は10カ国近い言葉を話せるようになっていた。歴代の王族たちはエジプトの民に無関心で、彼らの言葉を覚えようともしなかった。だが、クレオパトラはエジプト語を話し、彼らの文化を取り入れようとした。この子は私と違って民衆から愛されるファラオになれるだろう。僕はプトレマイオス13世。こう見えてエジプトの王だ。あっちにいるのがもう一人の王、クレオパトラ7世。僕の姉で妻でもある。兄弟同士の結婚はファラオの慣習。普通のことさ。王は僕一人で十分だというのに、父上も厄介な遺言を残してくれたもんだ。でも共同統治とは名ばかりだった。クレオパトラは次第に自分だけで統治を行うようになったんだ。あいつは僕の知らない言葉を話し、民との融和を図った。王が民の言葉を話すなどもってのほかだ。悔しいけど姉の政治手腕は確かなものだった。農民を支援して穀物の生産量を増やした。飢饉に備え備蓄も始めた。税制を見直すことで民の不満を和らげた。父上とは違いローマとの対等な関係を目指した。姉の評価が上がる一方、
僕の存在感は次第に薄れていった。そこへ保守派の貴族たちが物騒な話を持ちかけてきたんだ。クレオパトラ様は王の権威を脅かしています。いっそのこと国から追い出してしまいましょう。アルシノエ様も同意しております。アルシノエ4世は僕のもう一人の姉だ。要するに幼い僕に権力を握らせて操ろうって魂胆だろう。まあいい。目障りなクレオパトラがいなくなるに越したことはない。そしてついに僕たちはクレオパトラの追放に成功したんだ。私はローマを統べる者、ガイウス・ユリウス・カエサル。裏切り者のポンペイウスを追撃するためにエジプトまでやってきた。だがポンペイウスはプトレマイオス13世の命令によってすでに亡き者にされていた。奴の首を差し出すことで私の機嫌を取ろうとしたのであろう。勝手な真似をしよって。私はかつての友を殺す気はなかった。そんなある日の夜だった。賢くしたたかで甘い声を持つこの女は命がけで私に会いに来た。その勇気と知略に私は感服した。そして間もなく私とクレオパトラは同盟以上の関係となった。彼女は強大なローマの後ろ盾を手に入れたということだ。姉の復讐を恐れたプトレマイオス13世は我々に敵意を向けてきた。まあ取り巻きどもにうまく言いくるめられたのだろう。激しい戦いの末、我が軍はプトレマイオス13世一派を打ち破った。クレオパトラはファラオに返り咲き、幼き弟プトレマイオス14世を夫に据えた。そして間もなくクレオパトラは私の子カエサリオンを産んだ。こうなってはもはやエジプトを攻め取るわけにはいかんな。すべてはクレオパトラの計画通りに収まったというわけか。なんともあざとい女よ。俺はマルクス・アントニウス。我が親友カエサルが暗殺された。首謀者の一人であるブルータスはカエサルが我が子のように可愛がっていた男だ。俺はオクタウィアヌスを伴ってブルータスらの討伐に向かった。オクタウィアヌスはカエサルの王位にあたる。
養子でもあった。事実上カエサルの後継者だ。戦いでは大して役に立たなかったがな。俺は奴らを追い詰め勝利した。偉大なるカエサルの仇を取った俺は英雄となり、ローマでの確固たる地位を手に入れた。そして間もなく俺は東方遠征を開始した。最大の敵はあのカエサルさえ退けたパルティアだ。莫大な資金や食料、そして兵力が必要になる。そこで俺は潤沢なエジプトに支援を求めるべくクレオパトラのもとへ使いを送った。だがあの女には黒い噂が絶えない。息子のカエサリオンを擁立するために弟を毒殺したらしい。どんな女か確かめてやろう。なんて魅力的な女なんだ。彼女のためならいかなる願いも聞き入れよう。ローマの領地も分け与えよう。妻とは離婚する。俺と暮らそう。ローマが何と言おうが知ったことではない。死ぬ時は一緒だ。私はオクタビアヌス、偉大なカエサルの養子にしてその意志を継ぐものである。今私にはどうしても許せない男がいる。アントニウスだ。以前は仕方なく協力したが、あいつは昔から私を軽視していた。確かにあの男は強かった。だが今はどうだ。ローマ人としての誇りを捨て、エジプト女にすっかり骨抜きにされてしまった。そしてあろうことか、奴はローマにいる妻を捨て、その女と結婚したのだ。捨てられた妻とは私の実の姉だ。我が姉の、そしてローマの名誉を守るためにも、このまま奴を放置するわけにはいかん。すべてはあの女が悪いのだ。偉大なる父すらもたぶらかした魔性の女よ。首を洗って待っていろ。アレクサンドリアに戻ります。クレオパトラ、逃げるのか。あの船を追うのだ。オクタミアヌス様に伝えろ。敵は逃げ出したとな。追撃するぞ。クレオパトラよ、なぜ逃げた。俺は裏切られたのか。アントニウス様、この王宮が包囲されました。
さらにクレオパトラが死んだのか。もはや生きる意味はなくなった。アントニウス様が自ら命を絶たれました。クレオパトラ様が亡くなったとの誤報を聞いて絶望されたそうです。オクタビアヌスに使いを出しなさい。この後に及んで私をたぶらかす気か。悪いがカエサリオンを生かしておくわけにはいかん。カエサルの子は2人もいらんのだ。あの女に伝えろ。無条件の降伏しか助かる道はないとな。私は自らを政略の駒として差し出してきた。淫乱な娼婦と蔑まれようとも愛するエジプトの民を守りたかった。鎖につながれ見せ物にされるなどという恥ずかしめを受けるつもりはありません。砂の海の向こう、風がささやく秘密、星が空に歌う、夢に舞う花びら、踊る花びらにもに揺れる体時を超え、この瞬間に溺れそう愛のリズム永遠に。月明かりの下で瞳が輝くよ、心の鼓動を感じて一つになる瞬間、踊る花びらにもに揺れる体時を超え、この瞬間に溺れそう愛のリズム永遠に。風に乗る夢の影、甘い香り包まれて、運命の糸ほぐれて、自由に生きてゆこう。踊る最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。それではまた別の歴史でお会いしましょう。